こんばんは、クリミナルです。今回は2008年に日本で発生したある事件をご紹介します。大阪府のとある民家に住む女性、千代さんが行方不明になった。夫の誠さんによれば、数日前に夫婦喧嘩をした際に千代さんが家を飛び出し、それ以来行方がわからなくなったとのことだった。夫の誠さんと千代さんは二人暮らしで、長女は実家を出ていた。母親と連絡が取れないことを不審に思った長女は、父親の誠さんを問い詰めた。すると誠さんは、千代は喧嘩をした後に家を出て行った。今どこにいるかわからないと答えた。その後長女は誠さんを引き連れて警察署へと赴き、家出人捜索願いを届け出た。話を聞くと、誠さんと千代さんはしょっちゅう夫婦喧嘩をしていたようだ。そして捜索願いを届け出たその日の夕方、事態は急展開した。長女が実家のあたりを見回っていると、なんと井戸の中に人間の手のようなものを発見したのだ。長女はすぐさま通報し、現場にはレスキュー隊が駆けつけた。井戸の直径は約1メートルで、深さは10メートル以上。井戸の底は空気が薄そうだったため、レスキュー隊は酸素ボンベを持ち、井戸の中に降りた。すると、くの字の状態で横たわっていた女性を発見したが、すでに息をしていなかった。遺体にハーネスを取り付け、ゆっくりと持ち上げていった。こうして遺体は、井戸の奥底から回収された。遺体はびしょ濡れの白いブラウスとスカートを着用しており、腰のあたりまで伸びていた髪の毛先からは水が滴り落ちている。遺体の顔は少し肥大化しており、手足の先には表母皮形成が見られた。表母皮形成とは、身近な例を出すと、長時間入浴した際に指先がシワシワになる状態のことだ。一旦遺体は母屋の居間に運ばれ、そこで検視がなされた。遺体の頭部には殴られたような跡が確認され、事件性ありと判断された。そして長女に発見された遺体の身元確認をしてもらうと、それは行方不明となっていた千代さんであることが判明し、長女はその場で泣き崩れた。その後、司法解剖のため、遺体を法医学教室へと移送することとなったが、すでに現場には多くの報道陣が駆けつけ、ごった返していた。そのうちの一人のカメラマンがロープを乗り越え、勝手に井戸の中を撮影しようとしたため、鑑識班員が怒鳴りつけた。警察は事件現場となった家屋や周辺の捜査を開始した。すると、浴室のステンレス製の浴槽に凹みが発見され、浴室から井戸にかけて何かを引きずったような跡が確認された。その捜査の様子を聴取を受けていた夫の誠さんがちらちらと横目で確認している。白い半袖シャツにベージュのズボンを履いた誠さん。質問に対ししきりに首を横に振っている。百戦錬磨の捜査員 A は誠さんの挙動を見てすぐに異変を覚えた。誠さんの近くを誰かが通り過ぎると過剰なまでにびっくりしたり、しきりに目をキョロキョロさせていた。そこでわざと目を合わせてみると、彼はすぐに視線をそらした。捜査員 A は夫が妻を手にかけた。そう直感した。事情聴取を受けた夫はすぐに落ちた。捜査員 A の直感の通り、夫が妻を殺めたのであった。以下は加害者である夫の供述である。私は日常的に妻からの言葉の暴力で追い詰められていた。事件の日、妻と激しい口論になった。私は激怒し、浴室で妻に暴行した。妻がぐったりとしたため、井戸まで妻を引きずっていき、井戸に投げ落とした。なお、司法解剖の結果、被害者の死因は窒息死であった。その後夫は通常逮捕され、調べに対し、喧嘩になって妻を殴ったらぐったりとしていた。妻は死んでしまったと思い、気が動転して井戸に投げ落としたとして殺意を否定した。裁判において精神鑑定が実施されたが、加害者である夫には責任能力があったとされ、殺人・死体遺棄容疑で
実刑判決が下った。親族殺人の中で配偶者殺しが最も多いのは皆さんご存知だと思います。今回の事件はまさしくそれで、夫が言葉の暴力を受けていたと供述しています。夫婦間の DV と聞くと、妻側が被害を受けるイメージをお持ちだと思いますが、実は日本において夫が被害に遭うケースが多くなってきています。2000年の夫の被害率は約 32% でしたが、2019年には46% にまで増加しているのです。アメリカノースウエスタン大学医学部の犯罪心理学研究所長ロバート・ハンロン博士によると、家庭内殺人を犯す男は前科はないが重篤な精神疾患を持ち、知能が低めで認識機能障害があるケースが多いといいます。ハンロン博士によると、彼らの犯行の多くはカッとなってやってしまったことで計画性がない。また、犯行時にはドラッグやアルコールの影響下にあり、妻やパートナーとの不和、破局をめぐる嫉妬や復讐心が犯行動機であることが多いといいます。この事件を起こした夫の犯行も、すぐに見つかってしまうであろう井戸に妻を落としたことから、計画的な犯行ではなかったことでしょう。また、参考文献には書かれていませんでしたが、犯行時、もしかしたら夫は飲酒をしていたのかもしれません。日頃から喧嘩を繰り返していた夫と妻。長年にわたって蓄積された怒りや不満が、ついに爆発してしまったようです。最後に、ある格言をご紹介して終わりにしたいと思います。FBI プロファイラーのジェームズ・リースは、こう言いました。犯罪の現場には、採取や検査の不可能な手がかりが存在する。愛を採取できるか？怒り、悲しみ、恐怖、それを見つけるのが我々だ。また、ある米国の小説家は、こう言いました。家族との喧嘩は悲惨だ。単に痛みや傷を負うのとは違い、肌を裂かれたような、消すことのできない跡が残る。